今回は昨年後半に価格が大きく上昇したウラン投資に関して解説するよ。生成 AI 関連としても期待できるよ。右上のチャートがコメックスウラン先物の週足チャートだよ。昨年後半だけで倍近くになったよ。今は少し調整しているけど、長期的には今後、生成 AI によるデータセンターの原子力発電による電力需要や、ウランの需要と供給のバランスなど、価格上昇のカタリストがたくさんあるよ。今日はそのウランについて解説していくよ。まずはじめに、原子力発電の長期ストーリーと、原子力発電の特徴について説明するよ。次に、生成 AI との関連について説明するよ。さらに、ウラン価格が今なぜ上昇しているかについて説明するよ。加えて、ウランに関する最近のニュースや地政学、政策、開発プロセスなどについて話すよ。最後に、投資対象である米国株と ETF について説明するよ。まずは、燃料別の世界のエネルギー消費量を見ていこう。年々増え続けるエネルギー消費だけど、使われている燃料は石炭、石油で半数以上で、天然ガスも含めると大半は化石燃料に頼っているのが現実だよ。原子力はたったの 4.3%、再生可能エネルギーも増えたといえ、6.7% しかないよ。いかに我々はエネルギー需要を化石燃料に頼っているかがわかるよね。けど、化石燃料は今後減らしていくのが世界の流れだよ。原子力発電は環境にうるさい欧州議会でも低炭素の枠組みに入れられているよ。低炭素のためにも原子力発電を増やしていこうというのがウラン原子力セクターの大きな長期的なストーリーだよ。次に原子力発電の現状を見ていこう。原子力発電量は1970年代、1980年代、1990年代と2000年代途中まで増加した後は横ばいになっているよね。そして2011年の福島以降、原子力発電量は大きく落ち込み、そこからまた増え続けているのが現実よ。地域別に見ていくと、北米、欧州が多いけど、福島以降は日本以外のアジアで増え続けているよ。とはいえ、世界全体の原子力の発電量は2000年代と比較して現在が大きく増えているわけではないよね。このままだと原子力発電が増えていかず、脱炭素の道のりが遠くなるわね。このままでは脱炭素が進まないということで、2023年12月に COP28 が開催されており、世界の原子力発電設備容量を2050年までに3倍にすると22カ国が宣言しているよ。これが世界の原子力発電設備容量の推移のグラフだよ。伸びている1970年代、1980年代ならばともかく、設備容量は1990年ぐらいから1、2割程度しか増えていないよ。それを3倍にするというのは、残り26年あるとはいえ、どれだけ大きな目標かわかるよね。現在、稼働可能な原子炉が440、建設中の原子炉が60、計画中、提案中の原子炉が435と、急ピッチに増やそうとしているよ。この枠組みには、中国、インド、ロシアは入っていないよ。でもそれは、これらの国で原子力発電を軽視しているということではないよ。むしろその逆で、中国では、現在運転可能な原子炉は56、建設中が26、計画が41、提案が158と、原子力発電をかなり増やしてきているよ。インドもロシアも同様に増やしていく計画だよ。西側、東側に限らず多くの国が原子力を増やそうとしているんだよ。原子力に反対はドイツやオーストラリアといった一部の国だけだよ。世界が一丸となって原子力を増やそうとしているよ。
次に原子力発電の特徴について見ていこう。左側のグラフを見るとわかるように、発電での二酸化炭素の排出は風力と同じレベルで太陽光よりも少ないよ。排出量の観点からは、原子力の比較対象は風力や太陽光のような再生可能エネルギーとなるよね。右側の土地利用は最小というのはどういう意味か、次を見ていこう。これが同じ発電量を発電する場合の必要な原子力発電所プラントと風力発電の量だよ。圧倒的に原子力発電は小さな面積でできるよ。高さも考慮しても原子力と同じ高さではかなり小さな風力発電しかできないよ。安全性の観点からは原子力は太陽光と風力と同じぐらいでガスや石炭よりも圧倒的に安全だよ。さらに原子力は発電を始めると一定の電力を安定的に供給できるのでベースロード電力として活躍するよ。例えば再生可能エネルギーだと太陽や風の影響を受けるので夏とかで電力需要が大きい時に発電量が下がったりするよ。また1日単位で見るとかなり上がったり下がったりするように安定的な電力を供給できないので他の発電方法と組み合わせて発電していく必要があるよ。そういう意味では安定的に電力が必要な、例えば24時間365日稼働しているデータセンターや止まってはいけないクリティカルな電力には原子力が向いているよ。ここでデータセンターの話が出てきたので生成 AI、データセンター、原子力発電の関係を見ていくよ。まずデータセンターによる電力需要は2030年に米国の電力需要の6から 7% になると言われているよ。テック企業も今後5年で大量のデータセンターの投資を行っていく予定だよ。AI のデータセンターは通常の7倍の電力が必要だと言われているよ。別の資料でも見ていこう。原子力がデータセンターエネルギー需要を満たすポジショニングとなっているよ。右側が米国のデータセンターの発電消費の推移。数字はいろいろ出てくるけど、こちらの CAGR は 9% となっているよ。ハイパースケールデータセンターは8万家庭分の電力を使用するよ。原子力だけが24時間365日グリーンベースロード電力を発電できるよ。すなわちデータセンターに合う発電は原子力だよ。メガテックの動きもあるよ。2024年3月4日に AMZN がペンシルベニアの原子力発電のデータセンターを買収したよ。2024年1月23日に MSFT は SMR、小型の原子炉の一つだよ、の開発のための原子力技術のディレクターを雇うということだよ。メガテックも原子力の獲得に積極的だよね。このように原子力と生成 AI、データセンターと密接に関わっており、原子力の燃料であるウランも当然生成 AI によるデータセンターの影響を大きく受けることが想定されるよ。後で説明するウラン銘柄も実は生成 AI 銘柄だったことがわかるよね。余談だけどウラン企業の資料を見たけど AI やデータセンターについて言及したのはこの資料の UEC だけだったね。これは予測だけどウラン会社はカナダや米国外で生産や開発をしていることが多いんだけど UEC はカナダでも開発しているけど米国でも生産している企業だよ。すなわち米国産をアピールしている企業だよ。また SMR とか新しい原子炉にも積極的で将来は米国産でSMR の原料としての供給も狙っているのではないかと思っているよ。SMR の説明は SMR の動画があるのでそちらを見てね。なので AI やデータセンターについても積極的にアピールしているのではないかと思っているよ。ただ自分の考えでは生成 AI、データセンターの流れは
米国内部だけでは終わらないと思っているよ。データセンターは一部ややこしい法律がある国もあるけど、それ以外では国を選ばないからね。そうなると、ウランも様々な国で必要になってくると思っているよ。ここまで原子力とさらに生成 AI、データセンターの話をしてきたね。原子力が生成 AI、データセンターにとってなくてはならないもの、それ以外にもカーボンフリーのためには必要な電力ということは分かったよね。ここからは本題のウランの説明に入るよ。なぜ今ウラン価格が上がっているんだろうか。世界的に原子力発電所を増やす方針だからウラン価格が上がっているのか。長期的にはウラン価格が上がると思うけど、原子力発電所ってすぐに建設できるわけではないから、今から2050年を目指している原発の人が買うには早すぎるよ。他にウラン価格が上がる原因があるのかな。その話をする前に、まずはウランの基本的なところからおさらいしよう。まずは世界のウラン生産量から見ていくね。2021年のデータで世界全体でのウラン生産量は年間 4.8 万トンウラン。この数字も覚えておいてね。トップはカザフスタンで 45.1% と半分弱だね。2位以降はナミビア、カナダ、豪州、ウズベキスタン、ロシア、ニジェール、中国、インドと続くよ。カザフスタンはご存知のようにロシアの同盟国、ウズベキスタンも旧ソ連国だよ。ニジェールはクーデターがあったことが記憶に新しい政情不安の国だね。これを見てわかるように、ウランの生産は米国や西側諸国にとって不安定な国に依存しているよ。カザフスタンがたくさん生産しているけど、ロシアとの関係もあるし、今後の生産は大丈夫なのかな。不安があるよね。次にウランの埋蔵量を見ていこう。基地、資源量のある国は、国別では豪州、カザフスタン、カナダ、ロシア、ナミビア、南アフリカ、ニジェール、ブラジル、中国、インドなどだよ。まず見たいのは合計800万トンウランということだよ。年間生産量が 4.8 万トンウランということを考えると、世界にはかなりたくさんのウランがあるということだよね。それにこの数字は基地の資源量で探索すればもっと増える可能性があるよ。ここで重要なことは、ウランは枯渇するような資源ではないことだよ。生産に十分な投資ができれば十分な量を生産できる資源だよ。そもそも枯渇資源で原子力を3倍にしようという案は出てこないよね。地球上に十分にある資源を活用するのが原子力なの。希少資源の取り合いみたいなことは長期的には起こりそうもないよ。では、豊富にあるウランの価格がなぜ上がっているのかな。ウラン価格の話をする前に、ウラン価格とは何かについて先に説明するよ。ウラン価格について、原子力発電所は1年とかの単位で動いていないよ。稼働し始めたらかなり長い年月稼働するので、ウランの購入も複数年単位の長期契約がメインだよ。長期契約は企業間の取引なので、その条件も様々で統一的な価格は難しいけど、キャメコ社が長期契約の価格の推移を出しているよ。契約の大部分は長期契約だけど、ウランのスポット市場もあるよ。スポット市場でウランを購入することも可能だよ。スポット市場にはスポット価格が提示されているよ。ウラン鉱山会社や金融会社、投資家などが取引しているよ。スポット取引をするブローカーは複数あり、それぞれが価格を提示しているよ。そのため価格は一つではないよ。後で紹介する UEC などのいくつかの会社はスポット市場で、
生産したウランを売却すると言っているよ。すべてのウラン会社がスポット市場でウランを売却しないのは、取引全体としての割合は大きくなく、大手がスポット市場で生産したウランを売却すると価格が崩れるからだよ。コメックスに先物も上場しているよ。ただ、かなり取引が少なく、基本的にはスポット価格に近い動きをするよ。先物の価格は一つなので、チャートとしては先物の価格をこの動画ではよく紹介しているよ。価格の話が出たついでに脱線するけど、ウラン価格と原油や銅との価格形成の違いについて、私が勝手に思っていることも説明しておくね。自分が観察している限り、ウラン価格と原油や銅の価格の動きに違いがあるよ。一つ目としては、市場のトレードが簡単かが違うよ。例えば、原油や銅は、我々日本人でも米国先物の口座を開けてトレードできるように、多くの投資家が参加できる仕組みだよ。多くの投資家が参加している場合、原油や銅が景気のイメージに近い価格が形成されるよ。市場参加者が将来景気が良くなると思うと買われ、将来景気が悪くなると思うと売られる傾向にあるよ。仮に原油や銅の在庫が減っていっても、景気の見通し次第で売られたりするよ。一方で、ウランの先物市場は小さく、スポットでウランを買い付けるのは簡単にはできないよ。ウランは簡単にトレードできないので、市場参加者の心理よりも実需に近い形で、スポット価格が形成されていくよ。すなわち、景気の見通しよりも、実際、ウランを買いたいと思うか、投資家だけでなく、原子力発電所や ETF なんかも買ったりするけど、そういう影響の方が強いよ。あと、燃料として、景気の影響の違いも考えてみよう。景気が悪くなると、エネルギー需要も減る場合があるから、燃料が使われなくなって、価格が下がることが想定されるよね。ただ、原子力は、原子力発電所を止めるのにコストがかかるため、景気後退で電力需要が落ちても簡単には停止しにくいよ。一方で、天然ガスなどの火力発電は使う燃料の量を簡単に調整できるので、景気後退で価格が下がるならば、まずはこちらから調整されることが想定されるよ。すなわち、ウラン価格は景気の変動を受けにくいことが想定されるよ。次に、ウラン価格の歴史的な推移を見ていこう。このグラフは、エネルギー白書2023にある IMF プライマリーコモディティプライセスをもとに作成したウラン価格の推移を示しているよ。直近の価格がスポット価格と合わないところがあるけど、長期チャートはこれしかないので、このグラフで見ていくね。史上最高値は2007年6月の136ドル。リーマンショックの前年だね。そこから急落したけど、2010年にまた上昇に転じたよ。その時に福島の事故が起きたよ。そこからはウラン価格の転落の時代に突入したよ。2016年まで下がり続けて、それ以降はしばらくは横ばいが続いていたよ。そこからはこのグラフでは最新のデータが載っていないけど、直近のウラン価格のチャートの動きのように、最近ウラン価格が上昇に転じてきているよ。ウラン価格はこれまで暴落していたのね。てっきりウラン価格は高くなっているのかと思ったけど、安すぎたのが上がってきたのが正しい表現だよね。けど、なんで再びウラン価格が上昇し始めたのか？ 2022 年のウクライナ関連だとすると、原油などがウクライナ関連で上昇した後、現在は下落しているので、今頃上がり出すのはおかしいよね。今、ウラン価格が上がっている理由は何だと思う？実は単純な理由だよ。ウランが足りないからスポット価格が上がっているよ。2022年時点で需要が
150から200ミリオンポンドに対して、ウラン鉱山から生産されるウランは135ミリオンポンドなの。2023年以降も需要が供給を上回る予定なの。2022年も2023年もそして2024年も需要が供給に対して多いのでウラン価格が上がっているよ。非常に単純でしょ。いろいろ疑問が湧いてきたと思うけど、一つずつ説明していくよ。そもそもウランが足りないならば生産すればよいと思うよね。ここまでに説明した通り、ウランは希少資源ではないよ。本気で鉱山開発して生産すれば解決するはず。多少価格が上がるのはわかるけど、価格が何倍にもなるのはどこかおかしい。そう思ったよね。まず生産すると言っても、新規ウラン鉱山を開発するには長い年月がかかるので、すぐ生産できるようになるわけではないよ。そうは言っても、原子力発電所も建設に時間がかかるし、足りなくなるならば、あらかじめ開発すれば良いよね。それでもなぜ価格が上がり続けているか一緒に考えていこう。まず、世界の原子力発電量は福島以降大きく下がったのは覚えているよね。原子力発電は長年動かすものなので、それを想定してウランを確保していたはずだよ。その稼働が大幅に減ったということは、生産していたウランが余ったはずだよ。そしてスポット価格は当然ウランが余るので暴落して、2010年代後半には20ドルまでいったよ。20ドルは1980年代のチェルノブイリの前の水準だよ。その後のインフレ率を考えればとてつもなく安い水準だよ。となると何が起こったと思う？ウラン鉱山会社は当然新しい鉱山を開発するのはやめるよね。価格が異常に安いウランの鉱山を開発する会社はないよね。実際に福島以降に大型の新規ウラン鉱山はないよ。すでにあった鉱山もあまりにも安すぎてコスト割れで操業をやめたよ。またずっと採掘を続けるとトンあたりの生産量が落ちていくよ。なので新規鉱山による世代交代は必要なのに、その投資をしてこなかった現状が今だよ。その後起こったことは、2014年 RE100 発足で2050年までに再生可能エネルギー 100% を目指す。2015年 SDGs 採択パリ協定採択。ゼロカーボンに向けた社会の流れが進んでいったよ。必然の流れとして一度落ち込んだ原子力発電が再び上昇を始めたよ。ゼロカーボンには原子力発電による安定した電力供給が必要だよ。アジアの国々も原子力発電に注力し始めているよね。時代の流れは完全に原子力に戻ってきつつあるよ。それでもウラン価格はなかなか上がらなかったんだよ。ウクライナ侵攻があってある程度上がったものの、その後は上昇が続かなかったよ。これを理解するために発電燃料であるウランと他の資源との違いを見てみるよ。指の間にはいるウラン1ペレットと同じ発電量は石炭だと1トン、石油だと120ガロン、400リットル以上だね。天然ガスだと17000キュービックフィート、485立方メートルぐらいが必要となるよ。燃料の置き場としてもかなり小さくて済むよ。これはウランの在庫を持ちやすいということも意味するよ。言い換えると、原子力発電所は他の資源に比べて長年在庫としてウランを抱えているということだよ。ウランの原子力発電所での消費がウランの生産量を上回っても、ウランの在庫がある限り発電所では問題とならなかったよ。仮に足りなくなっても
貯蔵されているものがあるので、スポット市場からそれを買うこともできたよ。ただ、永遠にウランの貯蔵があるわけではないよ。それを続けると気づくとその貯蔵がなくなっている。そんな時期が来るよね。それが起こり、慌ててスポット市場で乏しいウランを買い続け、価格が上がり続けた。それが2023年後半に起こったことだと私は見ているよ。ウランの買い手は安くて豊富にあったものが突然なくなってびっくりでしょうね。では、今からウランを生産していけばよいのか。前にも言ったように、新規鉱山開発には長い年月がかかるの。開発中の新規ウラン鉱山会社が創業するにも、ここから数年かかるところが多いんだよね。創業をやめた鉱山をもう一度再開するのにも、それなりのコストと時間がかかるんだよね。新規鉱山開発はもっとコストもかかるし、リスクも高いよ。ウラン価格は高くなったのではなく、安くなくなっただけだよ。折しも世界的な高金利の時代。借金して投資をするのは避けたいというのが経営者の心情でしょうね。すぐに鉱山の再開を決断できるか、新規鉱山開発を始めることができるか、今後の確認ポイントだね。結局、長いウラン価格の冬の時代に十分な鉱山投資ができなくて、そのツケを今払わされているということだね。結局、最終的にウラン価格はどうなるんだろうね。前に言ったように、ウランは埋蔵量は十分にあるよ。ウランの鉱山開発を続ければ、時間はかかるかもしれないけど、いずれウランの需給バランスの問題は解決するはず。あとはその需給が満たすウラン価格がいくらか？おそらく今の価格ではないはずだよ。またすぐに生産が増えるわけではないので、どれぐらいの時間がかかり、その間に価格がどうなるか。当然、需給バランスを満たす価格よりオーバーシュートする可能性もあるよね。そのあたりの予測が今後のウラン投資の重要な点だよ。さて、ウランに関する長期ストーリーが理解できたところで、ここからは直近の情報を説明していくよ。まずは、こちらがウランの需要と供給のバランスを表しているグラフだよ。この手の推計値はいろいろな数値が出てくるので、あくまで一例と思ってね。オレンジの上の線が推定される需要だよ。その下の点線が供給を表すよ。すなわち、オレンジの部分が需要に対して供給が足りない量を表しているよ。薄い青の部分が想定される新しい鉱山、または操業を再開する鉱山の生産量を表しているよ。その部分を入れてもずっと足りないのが今の想定だよ。ここまで話したように、ウランは在庫として抱えている企業が結構あるので、足りないからといってすぐに大変なことになるわけではないよ。ただ、在庫も有限なので、どこかでこのインバランスが問題となることが予想されるよ。需要と供給の話が出たので、最近のこのトピックスについても説明しておくね。こちらが2024年2月1日に出た世界ウラン最大手のカザフスタン KAP の2024年の生産・売上のガイダンスだよ。ポイントは2024年の生産ガイダンスが2022年8月19日時点では25,000から25,500トンウランだったのが21,000から22,500トンウランに下方修正されたことだよ。世界最大手の生産がかなり減るので衝撃が走ったニュースだよ。KAP の元々の生産計画がこちらだよ。2024年、2025年とウランの生産量を大幅に増やす計画だったよ。もともとウランの生産量を減らしてきていたのだけど、それをこの2年で戻す計画だったよ。それが
2024年のこのグラフの 25.3 のところが2023年と同程度になると下方修正したのが今回のニュースだよ。さらに2025年も正確な数字は出していないけど、かなりこの計画が厳しいという見通しだよ。なぜ生産を下方修正したかというと、ウラン生産で必要な硫酸の不足が原因だよ。ウラン鉱山開発手法の一つである ISR では大量の硫酸を使うよ。ただ、硫酸は農業の肥料にも使われるよ。カザフスタンでは現在政府は農業を重視していて、この硫酸がウラン開発で不足しているよ。輸入もしようとしているけど、なかなか課題があるとのことだよ。現在、カザフスタンやその周辺国で硫酸工場の建設を進めているけど、まだ時間がかかるのが現実だね。このように、ただでさえウランの供給は不足しているのに、1、2年のトラブルかもしれないけど、世界最大のカザフスタンでも生産トラブルがあり、ウランの不足に拍車をかけているよ。ISR の話になったので、ウラン燃料の生産プロセスについて説明しておくね。ウラン鉱山からのウランの抽出方法は大きくは2つあり、ISR とウラン鉱石から直接抽出する方法があるよ。先に ISR を説明すると、地中にあるウラン鉱石を硫酸などの酸で溶かして、溶けたものを地面から抽出してウランを抽出する方法だよ。ウラン鉱石から直接抽出するよりもコストが安く抽出できるし、環境にも良いと言われているよ。カザフスタンはすべてこの方法で抽出しており、ウラン価格が安い時でも生産が続けられて、ウランの生産量が一番多い国に今ではなっているよ。生産プロセスの話に戻すと、 ISR もしくはウラン鉱石から抽出し、工場などで処理されて有酸 O8 になるよ。ウランのスポット価格やコメックスの先物で取引されているのはこの有酸 O8 のことだよ。その後コンバージョン転換というプロセスで UF6 になるよ。さらに UF6 はエンリッチメント濃縮というプロセスで濃縮 UF6 になるよ。それをさらにウラン燃料生産のプロセスで燃料集合体 UO2 になり、それが原子力発電所に届けられて燃料として使われるよ。別のトピックスとして地政学についても説明しておくよ。現在ロシアがウランの 13%、転換の 25%、濃縮の 37% のシェアがあるよ。加えてニジェール、2023年7月にクーデターがあった国だけど、ウランの 3% のシェアを持っているよ。結構ウランは地政学的に米国や欧州と距離がある国にシェアがあるんだよね。米国は特にこれに対する危機意識を持っているよ。2023年12月11日に米国の下院は一部2028年までの時限的な措置が入っているけど、ロシア産ウランの輸入禁止の法案を通過させたよ。今後と米国とロシアとの関係がウランの需要と供給のバランスに影響を与えていくと思うからニュースに注目だね。さて、投資対象について見ていこう。まず、ウランに直接投資するのは少なくとも日本の証券会社からは難しいよ。海外では現物のウランの ETF が上場しているけど、日本の証券会社では買えないよ。そうなると、米国に上場している個別株や ETF に投資することになるよ。主に4つに分類して説明するね。1つ目はティッカーシンボル CCJ で総合ウラン会社だよ。ウラン燃料生産のプロセス全体の事業をしているよ。2つ目はウラン鉱山から有酸 O8 を作るまでのプロセスを担当している企業だよ。日本の証券会社で取引できるのは UEC、NXE、DNN、EU、UUUU、URG、ウロイがあるよ。
最新の情報を見ていないけど、取り扱いとしてはマネックスが多く、次に SBI で、楽天証券は少なめだったよ。今回はこの中の値動きの良い UEC、NXE、DNN、EU の4つを説明するよ。3つ目はティッカーシンボル LEU。こちらは濃縮のプロセスを担当している企業だよ。4つ目はこれらの企業が含まれている ETF、URA を紹介するよ。まずはティッカーシンボル CCJ。時価総額21ビリオンダラーのカナダの会社だよ。米国上場のウランの会社ではこれが一番有名だね。ウラン鉱山は上のティア1と下のティア2に分けていて、今はティア1だけ稼働しているよ。カナダに2カ所、カザフスタンに KAP との合弁会社があり、合計3カ所で現在は生産しているよ。ウラン鉱山だけでなく、転換、ウラン燃料生産などの燃料サービスもやっているよ。さらに、買収して49% の持ち株を持つウェスティングハウスエレクトリックがあり、原子力発電所の支援も行っているよ。昔、東芝が持っていた会社だよ。CCJ は、ウランのスポット市場は市場ではないと言っているよ。スポット市場は取引が薄すぎるので、スポット市場では売らない。長期的な価値にフォーカスすると言っているよ。この影響としては、スポット価格が大きく上昇するような場面では、すぐには CCJ の売上の恩恵を受けれないことを意味するよ。もちろん、スポット価格が上昇し、そのまま維持されると、長期契約の価格も上がってくるので、いずれは恩恵を受けられるけど、それには時差があるよ。また、長期契約の場合、契約の条件は契約締結時に決められてしまうため、価格が上昇し続けると、スポット価格に対して不利になる可能性があるよ。契約条件として、ある程度、スポット価格にも連動する契約にしている可能性もあるけど、完全にスポット価格に連動する契約の企業よりは、恩恵を受けるのが遅くなるよ。CCJ は、長期的なバランスの取れた売上ポートフォリオでアップサイドを実現すると言っているよ。契約条項についても納品時の価格に基づき調整すると書いてあるよ。ただ、ウラン価格が高騰した実際の昨年の決算の数字を見ると、スポット価格よりかなり低い数値になっていたよ。CCJ についていろいろ説明しているけど、これはCCJ は大手ウラン会社なので、CCJ に投資しなくても、CCJ の動向がウラン価格に大きく影響を与えるからだよ。CCJ の特徴として、かなり慎重だということが挙げられるよ。価格が上がったからといって、すぐにウランの生産量を増やさず、価格上昇と生産量のバランスをとっていく姿勢がわかるよ。将来のウラン生産の供給に関して書かれているよ。右側の行が CCJ のウラン鉱山のリストだよ。上の3つが生産している話はすでにしたよね。それ以外に2カ所が過去に生産していたけど、今は生産していないところだよ。リスクが低いって書いてあるのが、この生産していないところを再稼働するというところだよ。まずは、徐々にこの再稼働をするか、これから検討していくという感じだよ。リスクが高い新しい鉱山開発は優先順位はその次ということだよ。大手ウラン会社がこの姿勢なので、すぐに新規鉱山がたくさん出て、ウランの供給が大量に増えるイメージは持てないよね。既存鉱山はこちら。一番上の鉱山は2024年の生産見通しに対してまだ増産の余地があるよ。真ん中は2024年は生産キャパシティと同じを目標にしているけど、去年は生産トラブルで十分生産できなかったね。今年はちゃんと生産できるか要チェックだね。カザフスタンは前に説明したように生産の下方修正をしているので、
キャパシティ通り生産できるか議論中になっているよ。CCJ もまだまだ稼働中の鉱山をじっくりと生産量を増やしていることにフォーカスしており、将来の生産量を大きく増やすことに対してリスクを大きく取っている傾向は見られないね。2024年2月8日の CCJ のカンファレンスコールを見てみよう。CCJ は供給規律、すなわち簡単には増産をしないよ。CCJ の見通しでは、ウラン需要のピークではない。サイクルの初期段階と見ているよ。そうすると、まだまだ需要が増え、当然、価格が上がってくることが期待できるのに、増産して売ってしまえば、将来の利益を先に刈り取ってしまうことになるよ。よって、厳しく規律することが正しい戦略だと認識しているよ。ティア1は1箇所、まだフル稼働を予定していない段階だと言ったよね。まだティア1すら今年はフル稼働を目指していないよ。再稼働のティア2は再稼働を話し始めてすらいないということだよ。大手がこの慎重さを持っているということは今後のウラン価格に対して安心感があるよね。他の銘柄も見ていこう。これ以降はCCJ に比べてかなり小規模でウラン生産も開始していなかったり、もしくは開始を始めたレベルの会社になるよ。まずはティッカーシンボル UEC。カナダ、米国、パラグアイのウラン鉱山を開発する会社だよ。パラグアイはチタニウムも開発しているよ。時価総額は 2.7 ビリオンダラーぐらいの会社だよ。UEC の特徴はこちら。生産したウランはすべてスポット市場で売っていくと言っているよ。これによりスポット価格の上昇に対して恩恵を受けられるよ。キャッシュも結構たくさん持っていて借金はないよ。ウラン開発鉱山の特徴として借金ではなく増資とかで資金調達していくよ。特徴的なのは現物ウランを持っていることだよ。これは過去に生産した分ではなく、安い時に市場から買った分だね。かなりの量なので、これだけでも資産価値が結構あるよ。もし、ウランスポット価格が上がると、現物ウランの価値も上がるね。UEC は歴史的にはこれらの会社を買ってきた会社だよ。生産を開始しているのは、米国のテキサスとワイオミングだけだよ。その次に開発が進んでいるのはカナダのプロジェクトと、さらにその次がアリゾナのプロジェクトだよ。まだまだ開発途上でこれから生産量を増やしていく会社だね。次にティッカーシンボル NXE。こちらはロックアイというカナダのプロジェクトの開発を進めている会社だよ。このプロジェクトでは、ウラン価格が100ドル想定では、NPV が8ビリオンダラーぐらいあるよ。今の時価総額は 4.3 ビリオンダラーだよ。右のグラフは、開発中の鉱山の開発コストを示していて、横軸は CAPEX、資本的支出、縦軸はオールインコストを示しているよ。アローっていう左下の大きな丸がこのプロジェクトだよ。要するに低コストのプロジェクトだということだね。丸が大きいのは埋蔵量が多いことを示しているよ。結構有望なプロジェクトだけど NXE はこのプロジェクトにかけている会社だね。何かでつまずくと結構リスクがあるよね。カナダのここで開発しているということ。ウランで有名な地域だね。契約は納入時のスポット価格を参照した量ベースの契約ということ。これだけだとスポット価格との関係性がよくわからないね。コストは低コストなので仮にウラン価格が下がっても採算が取れそうだね。次にティッカーシンボル DNN。カナダの3つのプロジェクトを持っているよ。パーセントはその中の権益なので主力は一番左のやつだよ。こちらは縦軸がオールインフルコストを表すよ。左側に行くほど
コストが安いよ。灰色のものがカザフスタンで KAP や左から2番目は CCJ のところで説明した KAP との合弁だよ。DNN の3つのプロジェクトはコストが安いティア1に含まれているよ。先ほどの NXE や CCJ で稼働中の2つのプロジェクトもティア1に含まれているよ。DNN も現物ウランをたくさん持っているよ。スポットウラン価格をかけてみると価値がわかるよ。最近は$80台だったよね。キャッシュもカナダドルでわかりにくいけどまずまずあるよ。借金はないよ。次にティッカーシンボル EU。時価総額$823ミリオンの小さめの会社だよ。アメリカの南テキサスとワイオミング、ニューメキシコのプロジェクトがあるよ。ISR で開発しているよ。契約は上限下限を用いているものと、スポット価格の混合のような表現になっているね。完全なスポット価格の連動ではなさそうだね。ここまでがウラン鉱山開発会社。次に濃縮の会社であるティッカーシンボル LEU を見ていこう。時価総額$658ミリオンで、売上も$320ミリオン、ネットインカムも$84ミリオンと、しっかり利益を上げている会社だよ。主力は濃縮ウランである LEU だよ。この会社も長期契約ベースで事業を行っている会社だよ。四半期決算とかでアナリスト予想を上にも下にも外すけど、これは納入したものの契約が安い時か高い時かで売上や EPS が大きく変化してしまうからだよ。会社もちゃんとそれについて説明しているけど、投資家は決算後の株価に振り回されるよ。SMR の動画で HALEU の会社としても紹介したよね。会社の考える上で重要なのは、ウランスポット価格の上昇で一番恩恵を受けるのは、これまで説明してきたウラン鉱山会社だよ。もちろん、ウラン価格が上がると濃縮の価格も上がるので、LEU も恩恵は受けるけど、ウラン鉱山会社ほど直接的な恩恵は受けないよ。では、この会社のどのストーリーに注目するかというと、HALEU の長期的なストーリーだよ。右のグラフが HALEU の需要だけど、2035年までにかなり高まっていくことがわかるよ。もちろん、これは SMR とかの期待だよ。ちなみに、米国で唯一 HALEU を生産できるのが LEU だよ。現在はロシア産に依存しているので、米国政府はかなりこの LEU に資金も含めた政策的なサポートをしているよ。国策企業だということだね。タムで見ていくと、現在の LEU のマーケットが 2.4 ビリオンダラー。これに HALEU だと2030年に 2.2 ビリオンダラー、2035年に 6.2 ビリオンダラー。さらにグローバルの LEU で 1.9 ビリオンダラー。国家安全保障でさらに広がる見込みだよ。結構長期的な話だけど、政府の投資も 3.3 ビリオンダラーぐらいあって、政府と一緒に長期的に成長していく会社だよ。最後に ETF のティッカーシンボル URA。こちらはウランや原子力関連銘柄を多く含む ETF だよ。米国上場だけでなく、カナダやオーストラリア、ロンドンなどの銘柄も含まれているよ。含まれている銘柄を見ていくと、トップは CCJ で 24%。CCJ の値動きの影響が大きいことがわかるよね。2番目はウラン現物 ETF が入っているよ。ウラン価格に連動するよ。3番目が NXE。次がオーストラリアの会社。その次が UEC。カザフスタンの KAP はロンドンに株の一部だけが上場しているよ。その次が DNN、ロンドン上場の会社、そして三菱重工。このように
ウラン鉱山開発会社以外も含まれているよ。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。